昼飯は焼きそばですか？いや、そうです。もう安く簡単に、はい。今日は本格的なモバイルハウスで、安田キャンプに参加されている今田さんです。紹介させてもらいます。どうもお疲れ様です。すごいですね、いつ見ても。いつ見てもっていうか、今日初めて、昨日初めて。ベース車両はサンバーですか？サンバートラックです。あ、はい。サンバーのトラック。サンバーのトラック、PT2 っていう、はい、前の方になるんですけど、はい、まあ、4駆で、はい、あ、4駆なんですね。4駆ですね。今日はどちらから参加されて？広島県廿日市市から、はい、あ、じゃあ県内で参加っていうことで、はい、なんかこれ手作りっていうことで、なんか前職が電気屋さん、まあ、電気もちょっとやりの、はい、今はまあ家具を注文家具を作ってます。あ、はい、家具職人さんということで、家具もう電気をやって家具もやってっていうことで、もうこれモバイルハウス作るしかないですよね。はい。外観は材料としてはどんな？杉のノジータっていう一番安い、12ミリの。はい。で外でキャンプができるように、こんな感じでやられてます。冷蔵庫はあれはモバイルタイプの冷蔵庫。そうですね、持ち運びできるはい。保冷温庫っていう、暖かくもできるし冷たくもできるっていう。あったかくもできるんですね。60度ぐらいまでは設定温度ができるんで、冬はあったかい、ものをそのまま保温したりとか、夏は冷凍まではできませんけど冷凍はできるんで。大体何度ぐらいまで今日みたいな天気だと？現在中の温度が15度ですね。あ、15度。結構やっぱり外気温に左右されるんで。そうですね。はい。でこれは100ボルトとなんか12ボルトでも使える。そうですね。はい。10リッターでちょっと小さいんですけど、最初はこっちで氷とかで冷やしてて、2日3日とかすると氷が溶けてなくなるんで、氷を買い足すかもこれからちょっとずつこっちへ入れて、10度ぐらいまでは冷やすっていう形ですね。なるほどですね。はい。で、小さなコンロ、先ほど焼きそば作ってましたね。で、こういった、小物入れですかね。棚もこれも手作りなんですよね。そうですね、持ち運べるように。はい。なんかいろいろ工夫されてて、一発で持ち運びができるっていうことで。あとはなんか外のギャレ。中にも置きますけど、外でも使えるっていう。中でも使ってるんですね。中でも使えますね。はい。じゃあ早速ちょっと中の方紹介してもらっていいですかね。こちらが玄関。モニターがあれテレビ、あれはテレビですか？テレビですね。で窓があって、これは火災報知器。一酸化炭素中毒の警報器です。なるほど。でベッドっていうことで、断熱とかそういったのはどういった感じ？断熱は、30ミリのスタイロフォームがすべて、壁内入ってます。天井内。じゃあこの外壁のこちらの板と、そうですね、外が12ミリの板で、中のたるきが35ミリの角になってて、中に 2.5 のベニヤの壁紙っていう形です。たるき30ミリ？35です。35？その中に30ミリの断熱材が入ってます。じゃあ完璧ですね。かなりここで一番苦労した点っていうのは、みんな苦労してるかもしれない。やはり重さですね。最大積載量の350を守るのが一番苦労します。これ350ギリギリぐらいです。いや、今これで200キロです。200ですか？はい。でも見た感じよりもそんなに重くはないですね。そうですね。乗せた後に手でこう
動かしてはい。位置を合わせるのに、あまあもっと最初作った時はもっと重かったんですけど、扉を作り変えたり、はい、屋根の材料を変えたりしてあ、はい。軽くしました。ああ、綺麗な。中村の車内とは全然ちゃいますね。ちょっといいですか。どうぞ入ってください。そこまで靴で上がってみて。あ、はい。こんな感じで。あそこの前の吹き出しみたいなのは何ですかね。4つ。行かれたら分かると思うんですが、今涼しい風が出てる。あ、ちょっといいですか。はい。もう一段上がっても大丈夫です。はい。そこまでで。はい。床は貼り合わせのクッション材が。クッション、そうですね。ああ。それが冷たい風が出てると思いますけど。本当だ。スポットクーラー、マック10がそこに作ってあるんです。マック10。はい。中富さんのマック10ですね。ああ、涼しい風が出てます。こんなに出るんですね。そうです。ああ。で、その下にマック10がちょうど組み付けてある状態です。ここにマック10が。そうですね。ここにありますね。ああ。で、バッテリー 30mF。31mF ですね。そうですね。こちら1台で。1台ですね。100アンペアアワーです。はい。で、ブルーはインバーターの1000ワットです。こちらにインバーターが1000ワット。1000ワットですね。あって、チャージコントローラー。今 13.3 ですね。ちょっと曇りなんで。そうですね。まあこんなもんですね。はい。でも100%、まだ100%はいってないですね。96%はい。動いてますね。こちらのバッテリーのモニターですか？それはそうですね。インバーターのモニターになりますね。インバーターに。スイッチの。インバーターのスイッチのスイッチとモニターになってます。でそれより別に上に97%って今表示してあるコントローラーの上にある小さいバッテリー系をつけてますね。そうですね。コントローラーの上にもモニターがついてて。はい、ちょっと難しいんでこれ動かしましょう。はい。ありがとうございます。ブレーカーもついてますね。ブレーカーがソーラーとバッテリーを独立さすときに、もし充電を家庭でしようと思ったときにソーラーから先に切らないといけないので、コントローラーからソーラーが先に切れるようにブレーカーがつけてあります。なるほどですね。いや、さすが電気屋さんですね。で、こちらで普段就寝されてるっていう。この荷物を、バンクの上に片付けて、網戸もついてて。このドアの枠も手作りですか？全部手作りですね。これも全て網戸はこういう上へ持ち上げて取り外すタイプで、一応鍵がついてるんで、ダンパーもついてますね。キャビネット用ので網戸をつければ、お手のもんですね。ここら辺は。机がこれになりますね。これ机になります。わお。いや、机ないのかなと思ったんですけど、出てきましたね、壁から。で、広く使いたいときはここにフロア材を1枚乗せれば広い机になるっていう。これは机用のフロア材じゃなくて、ここまで床に2人寝る時のため用のフロア材です。なるほど。奥さんと一緒に出かけられることもあるんで、その時にこれをここへ置くようになりますね。こういう。じゃあベッドがフルフラットみたいな感じで、ここ入り口残して全てフラットに。で、ここがテーブルだと思ってたところもフラット。そうですね。床になり床という形で、その場合下に荷物を置いて、上で
ってるとか、バンクの上に荷物を置くとか、はい、いうことですね。だからまあこれを掘りごたつ風で椅子にしてみたりとかですね、はい、この上にこのまま座ってみたりとか、使い勝手すごい良さそうですね。でどんどん突き付けすると、はい、フロアになるっていう形です、はい、おー素晴らしい。で天井にソーラーパネルが100ワットが2枚ですね。200ワット、はい、あ2枚で200ワットで、はい、結構全国回られてるんですか？いやまだこの辺の道の駅この辺ぐらいまでですね。はい、今田さん、はい、はい、なんかフェイスブックもやられてるっていうことで、そうですね、はい、そちらの方も覗いていきたいなと思ってます。先ほど友達登録させてもらいましたので、はい、よろしく、これからはよろしくね。はい、じゃあ安さキャンプ楽しんでください。はい、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。明日何時ぐらいに出ます？何時頃にしようかなと思って考えてるんですけど、まあ近いんでね。あんまりそこら辺アバウトですよね。そうですね。はい。朝ごはんは済ましてからにしようかなとは思ってはいるんですけど。あ、では気をつけて。どうもありがとうございます。